ちは、カエルテです。秋になりました。今日はお祭りの日です。規模は小さくなりましたが、私の子供の頃と全く変わらないスタイルですね。干し場の入り口に大きなキノコが生えました。オオシロカラカサタケ、キノコですね。近くのアパートに生えていた菌を私が持って帰ってきてしまったようです。鶏にしてもヤギにしても初めて見る植物です。誰に教えてもらうこともなく華麗にスルーしますよね。こういう動物は人間のね、3歳児程度の知能だとかそういうふうに言いますけれども、なんかね、もっとね賢いんじゃないかなと。人間の物差しとちょっとね違うところの直感力というところでは実はすごくね冴えてるんじゃないかなと、これを見てると思いました。友人が教えてくれたのですが、これクワの木なんですけれども、クワの木はヤギにとってはステーキと同じぐらい大好きな木と言われるそうです。今はね葉っぱが青々としてますけれども、もうすぐしたらこれも全部落葉樹なので葉っぱがね落ちてね枯れてしまいますので、今のうちにこうやってヤギがせっかく好きですから少しずつ木が困らない程度に葉っぱを取ってやっておやつにしてやっています。血糖値の上昇をこう安定させるので、ヤギが来る前には自分用にねこうだいぶお茶にしたりとかしてたんですけれども、もう今はねもっぱらヤギ用です。夢中で食べてくれるのがなんか嬉しいです。可愛いです。夏の暑さで全滅してしまったので秋取りの枝豆をまきましたが、まあまあうまくできましたね。パンパンに膨らむまで育てると確実に虫入りになるので、もうちょっと早めに安心して食べれるタイミングで収穫しちゃいます。まだちょっと若いですけどね、虫が入ってませんように。イチジクの葉っぱは漢方でも生薬として使われるみたいで、お茶とかにしてね飲んだりします。今のうちに収穫して干しておきたいと思います。葉っぱを1枚ずつばらして、まずは軽くカゴの上で乾燥させていきます。これね、イチジクの実が枝に残ってましたね。この枝はちょっとプランターに刺して刺し芽をしたいと思います。切り口から汁が出てきてネチャネチャするので手袋をした方がいいです。まあ私はしないですけどね。軽く乾かしてかさが減ったら洗濯物用のネットに入れて、またさらに乾かします。ヤギもそうですが、鶏も結構ね好奇心旺盛で、なんか作業してくると必ず寄ってきますね。でこうやって袋の中に入れて
でもみもみして細かくしながらカリカリに乾燥させます。乾燥させたものを鍋に入れて軽く炒ります。こう香ばしい香りがするように、焦がさないようにですけど軽くいって、で私はもういつもね、紅茶とか緑茶とかそういうものと一緒にこういう野草茶っていうのは取るようにします。癖が強いのでね。でそこにお水を加えて煮出します。ドクダミ茶とかもそうですけれども、だいたいいつもね15分ぐらい、お水10、お茶が1ぐらいで薄くして飲みます。ダイエットになるといいな。さあ、ひと夏楽しませてくれたゴーヤを倒していきます。スタッフの愛さんが手伝いに来てくれました。ネットは再利用するので丁寧にハサミで取ってますね。さあ、これは全部ね堆肥です。ちょっと作業に疲れたのでヤギ三昧の時間を楽しんでいます。買ったばかりの草をねもらってもうね、旦那くんめいちゃんに遊んでほしくてしょうがないんですよ。わざわざかけなくてもいいのにね。ほんと美味しそうに葉っぱを食べてくれます。幸せな秋の一日でした。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。